皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、みんな大好きサイドレイズについて解説していきます。やっぱりね、丸い肩幅がしっかりある体っていうのはすごくかっこよく見えるし、特にフィジークやボディビル競技なんかでもやっぱりこの体のアウトラインを形作る上ですごく重要なパーツになってきます。ここがやっぱりしっかり発達してると、かなりパッと見た時のやっぱり迫力に影響が出てくるので、皆さん肩トレーニングされてると思います。簡単に解説すると、肩は3つの筋肉からなってて、フロント、サイド、リア、デルトからなってます。で、フロントはやっぱりプレス系をしっかり強くしていく。プレス系でしっかりボリュームをつけていく。これ大事で、サイドデルトに関しては、やっぱりレイズ系を入れていくべきだと僕も思ってます。で、よく日本のトレーナーさんでサイドレイズを指導してる動画とか僕見たりするんですけど、すごく僧帽筋に負荷を逃がさないっていうのをやっぱりすごく指導されてるなっていうのは見てて思うんですよね。とにかく僧帽筋逃がさないように、三角筋だけで上げれるように、僧帽筋には効かせないようにっていうのをすごく気にしてやられてるなって思うんですけど、アメリカでの視点で今日は解説していきます。僧帽筋、三角筋なんですけど、これ隣り合ってる筋肉じゃないですか。サイドレイズでこう水平にこう上げていく、水平回転のこの動き、サイドレイズをしていくと、やっぱり僧帽筋にも刺激は入ります。僧帽筋を全く使わないでやるっていうのはすごく難しいですし、全く使わないようにやると本当に鼻くそみたいなダンベルでしか扱えないようになってくるんですよね。アメリカに来てすごく感じたのが、この僧帽筋に対する考え方が全く違うんですよ、日本と。日本の僧帽筋に対するイメージって、特にフィジークの選手なんかはどっちかというとちょっと悪みたいな、僧帽筋に刺激が入らないように、僧帽筋がこうでかくならないように、その三角筋をとにかく大きくするみたいな考え方があるんですけど、アメリカでは一般的にやっぱり腕の筋肉とか胸の筋肉って、特にトレーニング始めた人ってこう気にしてベンチプレスとかアームカールとかやってちょっと男らしくかっこよくなりたいって言ってやるんですけど、アメリカはこの僧帽筋もその2つと同じぐらい男らしい筋肉として評価されてます。で、よくあるのが、あいつには喧嘩売るなと。すごい僧帽筋してるぞ。こっちではトラップって言うんですけど、このトラップの筋肉がすごい隆起してると男らしい、強い。そういうイメージがあって、アメリカではやっぱこのトラップはすごくかなり評価が高いです。日本と比べると。で、話を戻していくと何が言いたいかというと、僧帽筋に負荷が逃げることをそこまで気にしなくて大丈夫です。ちょっと日本の皆さん気にしすぎ。気にしてるとやっぱり全然重量扱えないんですよ、サイドレイズで。僧帽筋に入っちゃうっていうことで。僧帽筋に入っていいんです。僧帽筋に入る動きなんです、これは。僕が推奨してるのは、僧帽筋も大きくしちゃいましょうよって話なんですよ。僧帽筋も三角筋も同時に大きくしていく。ってなってくると、ある程度重量扱えてくるんですよね、サイドレイズでも。で、しっかりある程度の重量を扱って、もう僧帽筋も大きくしちゃう。海外のフィジークのトップ選手見てください。僧帽筋すごいですよ。僧帽筋すごい発達してます。でも、僧帽筋発達してる以上に肩の筋肉がもっと発達してるから、別に僧帽筋が目立たないってだけで、皆さん僧帽筋すごいです。当然ボディビルはすごいですよね。でも、フィジークの選手も僧帽筋はすごい発達してます。で、この僧帽筋っていうのは、当然背中の筋肉なんで、背中の迫力を出す一つの要素なんですけども、前から見た時のここの迫力っていうのは、僧帽筋はすごく関与してます。前から見た時、当然胸、ボリュームのある胸、外に飛び出た肩、太い腕、腹斜筋がしっかり見えてて、そのミッドセクションの強さ。これも大事なんですけど、もう僧帽筋があるかないかによって、その迫力、印象が全く違ってきます。これは当然フィジークでも。なので、あまりにも最初の段階で、この僧帽筋に負荷が逃げることに関して神経質になってほしくないんですよ。ある程度のとこまでは僧帽筋もしっかり大きくしていって、で、僧帽筋がある程度発達してくると、もうそこからは肩の方だけを意識してトレーニングっていうこともしやすくなってきます。まだここが未発達なのに、そこを気にして三角筋だけ狙っていくと、やっぱり僕的には発達はすごい遅いと思います。扱える重量がものすごく軽いダンベルでしかできなくなってくるんで。そうじゃなくて、もう負荷入れていいです。僧帽筋に筋肉痛来ても大丈夫です、次の日。だんだんやっていけば、この僧帽筋強くなってきて隆起してきます。当然三角筋も大きくなってきます。そうなってから、
じゃあもっと三角筋に入るにはどうやったらいいのか、三角筋をさらに大きくして目立たせるにはどういうふうにやったらいいのかってことを考えればいいので、最初から僧帽筋のことを悪者扱いしすぎてて、そこに入らないようにってやってるトレーナーさんすごく多いんじゃないかなって思うので、アメリカではここを大きくする、強くする目的でトレーニングやってる人いっぱいいます。だから、フラッグなんかもいっぱいやりますし、ここに関しては悪者っていうイメージがないです。あればあるほどいいっていう感じですね。もし、もう僧帽筋がそんだけ発達してて、三角筋がその小さいと。こういう人に関しては、三角筋へのアプローチをもうちょっと掘り下げて考えていくべきなんですけど、なかなかいないですよね、僧帽筋がすごくでかいっていう人がって、日本だと。なので、最初の段階で気にしないでください。しっかり僧帽筋にも入れてください。入って大丈夫です。僧帽筋にも入りながら、僧帽筋で肩を大きくしていって、ある程度のところまで行ってくると、やっぱりどの筋トレでも同じように、こう、最初はぐーっと伸びていくんですよ。筋肉ついてきて。でもある程度のところまで行くと、あとはちょっとずつこう伸びていくような形になるので、そこまでベースの筋肉がついてくれば、あと動作もすごく安定してくるし、僧帽筋がある程度のところまで来てれば、あとはもう三角筋を狙ったトレーニングもできてくるようになるので、最初はそこまで神経質になる必要ないです。僧帽筋は悪者じゃないです。僧帽筋を味方につけて、もっと僧帽筋もついてるけど、それ以上に目立つ型を作る。こういう形に最終的に持っていければいいので、今の段階で、やばい、僧帽筋に入っちゃった。ちょっとダンベル軽くしようとかってやってる人がいるのであれば、しっかり重量を扱いながら僧帽筋にも入ってもいいので、この動きっていうのは僧帽筋に入る動きなんですよ。なので、そこまで気にせず、しっかりと重量を扱って僧帽筋にも入れるし、当然肩をメインでやってるので、肩に入れながら、僧帽筋にも入るよねっていう、そこ神経質になると、やっぱりトレーニングなかなかこううまく伸ばせていけないので、僧帽筋は味方につけて、サイドレイズ、もう少し考え直してみてほしいなというふうに思います。